金は天下の回り物というように、お金は私たちの暮らしの中で実にいろいろな働きをしていますな。でもこれほど大切なお金なのに、このお金の働きについてきちんとした知識を身につけている人が意外と少ないのは残念なことです。お金の働きについての知識が十分でないと、こんな目にも遭いかねませんよ。ねえ大輔さん、もう帰りましょうよ。いやもう一杯。こうなればやけくそだー。大丈夫大輔さん、こんなに酔うからよ。なあ、これが酔わずにいられるかい。大輔さん、これはサラリーマンの鈴木大輔君と恋人の田中陽子さん。随分と参っている様子ですね。実はこれには訳がありましてね、今から半年ほど前のことなんですが、大輔君に思いがけずおじさんの遺産500万円が転がり込みましてね。500万円。うっしょー。陽子、何でも好きなもの買ってやるぜ。それにどこへだって好きなとこへ連れて行ってやる。本当嬉しい。大金を手にした2人はもう有頂天。日頃買いたいと思っていたものを買いたい放題、そしてしたいと思っていたことをやりたい放題。無計画にお金を使っていた結果、ついにすっからかん。おまけにすっかり身についた浪費癖のおかげで、結婚の資金として2人でコツコツ貯めていた大事なお金にも手をつけた挙句、結婚もできなくなってしまったというわけです。大輔さんったらどんどんお金を使っちゃうんだもの。しかし君だっていろんなものを買って喜んでいたじゃないか。でも結婚ができなくなっちゃったじゃない。しかしだな。何よ、自分が悪いんじゃないの。やってるやってる。そろそろ私の出番ですから。大体君がだな。何よ。もしもし、お二人さん。え？だいぶお困りのようですな。一つ力を貸しましょうか。あなたは？変なおじさん。ねえ大輔さん、行きましょうよ。ああ、待った。私は何も怪しいものじゃない。これをご覧。お金だわ。これだけあれば結婚費用には十分だろう。というと、これを僕たちにくださるんですか？うん。お金の働きについての私の話をきちんと聞いてくれたら、このカバンをあげんでもない。本当に話を聞くだけでいいんですか？そう、話さえ聞けばこのカバンは君たちのものさ。そんなの簡単よね。うん。ではお願いします。では話をしよう。ここに100万円のお金がある。君たちは随分価値のあるものと思っているかもしれないが、こうしてみたらどうだろう。あれれ、ただの紙切れになった。本当。そうだが、こうしてお金という形にすると、世の中を動かす大きな力を発揮することになる。なぜだろう。それはね、みんなの間でこのお金にそれだけの働きを持たせることにしようという約束をしているからだ。そしてその約束事をみんなが信頼しているからだ。それはそうだよな。お金を信用しなければやっていけないもんな。お金にはお札のような現金もあれば預金もあるが、要はこのお金を約束事に基づいて融通し合う仕組みが信用制度さ。信用制度？私たちの経済活動は全てこの制度をもとに動いていると言っていい。
私たちのお金はこんな風に世の中を流れているんだ。これもその基本にお金にそれだけの価値を持たせて売り買いをしたりお金を融通し合おうという信用制度があるからだ。それはそうね。大事なお金を預けている銀行が信用できなくなったら大変だわ。逆に銀行にとっては貸し出したお金が返ってこないなどという約束違反が起きたら困ったことになる。そう、こうして信用制度があるからこそ私たちの経済活動は成り立っているわけだ。そしてさらにこの制度の下では単なるお金の出し入れだけではなくこんなことも可能になる。例えばある人が100万円を A という銀行に預けたとすると A 銀行では仮に100万円の1割に当たる10万円を現金の支払いなどの準備のため残して90万円を W という会社に貸したとしよう。 W 会社はその90万円を商品の代金として X 会社に、そのお金を X 会社は B 銀行へ預け、 B 銀行ではまたその90万円のうち1割の9万円を残して81万円を Y 会社に貸す。こんな動きが繰り返されていくと初めは100万円の預金が最後には1000万円に膨れ上がるというわけだ。不思議だわ。実際に預けたお金は100万円なのに。銀行全体の預金総額は1000万円になっている。そう、こうした働きのことを信用創造というのだが、これもその背後に暗黙の信頼に基づく信用制度があるので成り立っているというわけだ。どうかね、君たち。お金を融通し合う金融の仕組みのこと分かってきたかな？ええ、お金の働きとか金融の仕組みなんていうとすごく難しいことのように思っていたけど、少し見えてきた感じ。確かに金融の仕組みについては少しずつ分かってきたけど、それと僕たちの暮らしとどんな関係があるんですか？そんなことを言っていいのかな。結構毎日金融の仕組みのお世話になっているくせに、ほらこれを見てごらん。君たちが簡単にお金が引き出せるのも、遠くにお金を送ることができるのも、またいちいち現金のやり取りをしないでお金の入金や引き落としができるのも金融の仕組みのおかげではないのかな。そういえばそうだな。銀行などがなかったらいちいちお金を受け取りに行ったり支払いに行ったりしなければならないものね。それにいつも現金を置いとかなくてはならないから物騒だわ。どうだね、こうしてみると君たちも結構毎日金融の仕組みを利用していることがわかるだろう。ええ、そうですね。金融の仕組みを利用すればとても便利だし安全ですね。そう、でもこんなに便利で安全な金融の仕組みだが、あるものに支えられないとその機能をうまく働かせることはできないんだ。あるもの？ほらこれさ。なにこれ？決して目には具体的には見えないけれどとても大事なもの。もう教えたはずだぞ。あ、もしかしたら信用制度の元になっている信頼ですね。そう、金融の仕組みは人々の信頼感に支えられているわけだから、もしこれが失われでもしたら大変なことになる。そんなこと実際に起きるんですか？うん、金融の仕組みにもそうした危険性が全くないとは言えない。例えば現在の銀行ではコンピューターが大活躍している。ところがもしもこれが故障したとすると、私のお金返してよ！返してよ！また銀行が貸したお金が返ってこないというようなことが起きたとすれば、預金の支払いに影響するといったことも起きかねないし、銀行同士は網の目のように深く結ばれているわけだから、一つの銀行で問題が起きれば他の銀行にも影響を与えるということになる。金融の仕組みを信頼してみんなは大事なお金を預けるわけだから、その信頼がなくなったらおしまいね。うん、
だからその信頼が失われないように信用制度を守って金融の仕組みをスムースに働かせるためにいろいろなことが行われているんだ。それを縁の下で支えているのが中央銀行さ。日本の場合それが日本銀行じゃ。中央銀行ってお札を発行しているところでしょ？うん。だが中央銀行の仕事はそればかりじゃない。通貨の番人として金融の仕組みを守るために国と共にいろいろなことをしているのだ。まず第一は銀行の銀行としての働きだ。私たちが一般の銀行と取引しているように、実は一般の銀行は中央銀行に口座を設けて預金をしたり資金を借りたりしているのだ。そうか、一般の銀行も僕たちと同じように中央銀行に預けたり、どうしても足りない場合には借りたりしているんだ。銀行が取り扱うお金というと金額も大きくなるでしょうから、これならやはり便利で安全ね。それからもう一つ、いろいろな金融機関に直接出かけたり話をしたり調査をすることも大切な仕事だ。それぞれの金融機関の預金や貸し出しの状況や経営状態、金融市場の動きなどを絶えず正確に捉えて、ちょうどお医者さんのように健康状態を診断して相談に乗っているわけで、もちろんこうしたことは国でも行っているがね。なるほどね。中央銀行というのは金融の仕組みを守る健康診断のお医者さんなんだ。いやいや、健康診断をするだけじゃないぞ。いざという場合には直接病気を治療することもある。それはどんな病気？コンピューターの故障などによって銀行の決済が困難に陥るなどということもありえないことじゃない。するとその影響は一つの銀行にとどまらず関連の銀行の全てを襲うことになる。こうなると金融の仕組みは大混乱だ。そんな時、中央銀行ではこうして緊急に資金を供給する。そして金融の仕組みを守るんだ。中央銀行が最後の貸し手と言われるゆえんだな。その他、信用制度の信頼を守るためには、万が一金融機関が倒産した時に預金者に一定限度の保険金を支払ったり、金融機関が破綻した時に資金を出す預金保険機構などという制度もあるんだ。なるほどな。こういう仕組みに守られているから僕たちも安心して金融機関と取引ができるというわけですね。しかし、いくら金融機関の仕組みがしっかりしているからといって自分のお金を使う時には自分の判断で行い、その結果については自己責任の原則といって自分で責任を取らなくちゃいけないんだ。君が失敗したのはやはりお金の大切さに無関心だった君の責任だな。それより何より私たちちょっと生活設計がデタラメすぎたわね。これからは金融の自由化で規制が緩和され、ますますいろいろな金融商品が出回ってくることになる。となると適当な商品を自由に選べる楽しみが増えることになる。しかし一方、一般の預金者も経済や金融の働きをこれまで以上に研究して自分の判断と責任でお金を運用することが必要になってくるというわけだ。そうか。さて出かけなければ。すっかり話し込んでしまった。それは僕たちのものでしょ？私たちお話ちゃんと聞いたわ。おお、そうだったそうだった。ではこれを君たちに。いやー、やったー。では失敬。さらばじゃ。ありがとう。あれれれれ。お札が光の玉になってるわ。お二人さん、信頼の玉受け取ってくれたまえ。私からの贈り物だ。それを大事に守り育てて堅実な人生を送ればきっと幸せがやってくる。頑張ってくれた